嚣张的日本拳王没有任何素质，直接当众将酱油倒在中国教练脑瓜子上。场下有数十台媒体相机正在现场直播，要不是工作人员及时上前阻止，这家伙还想把中国教练当场勒死。一事未平，一事又起，这家伙还在媒体面前大放厥词，声称要把中国人现场打死送进棺材。中国人实在是太令人讨厌了，我都说了，中国人和狗不配和我打比赛，他们偏偏却要来挑战我。我在此保证，谁敢来挑战我，我就把谁打进棺材里。他的所作所为全被场下的现场直播记录下来，避免这家伙以后颠倒黑白说中国人欺负日本人。殊不知，嚣张的日本人即将为他的作死行为付出代价。中国19岁跳西王单枪匹马杀入东京，是要把这个不知死活的日本狂人狠狠打死，待到红旗满天下马踏东京赏樱花，不把日本狂人打死在擂台上，19岁小伙绝对不会善罢甘休。话就不多说了，比赛正式开始，这个日本人竟然被称为21世纪的暴君，也不知道这家伙哪里来的勇气。那就看运气打不打他一顿就完事了。蓝色短裤是日本选手神户祥太，看起来确实有点傻里傻气，仗着是在自己家门口打的比赛，自从比赛一开始就一直猛压运气内围做動作。中国の本当にレベルどんどん上がってるんですけど、その代用するようなスタイルの選手で、中国選手みんな体も強いのもそうなんですけど、パンチというかボクシング技術高いんですよね。はい、特にまっすぐのジャブワンツー、それ含めどんどんパンチがうまいんで、それをね出してくると思うんで、そこをね神戸選手もねすごくパンチうまいですし、テクニシャンなんでそこをどう攻略するかです。运气所实施的动作试探意义十足。看似使出的进攻招式与动作幅度很大，但这些进攻并没有浪费太多的体能。然而日本选手一直想猛冲运气内围做動作，不過運氣依然能沉得住氣。正人さんどうですか？強いですね、いいボディですね。ベンチはなんかゆっくりどういう風に戦おうかなって考えながら戦ってますよね。21歳です。まだユンチ2段の膝。関根さんでも神戸もまだ若い23歳なんですよね。そうなんですよね。神戸選手はこのところ本当に顔つきが変わって大人の顔になってですね、なんか运气的脑袋好像碰到了日本选手的脑袋，裁判直接终止比赛，也不知道裁判在给日本选手嘟囔些什么，貌似是在商议如何合理黑掉运气。生意気な感じというか、そういう選手だったんですけど、ここ最近はなんかちょっと達観したというか、なんかこう人が精神的にすごく充実してるなと思いますね。今日ユンチの右ストレートがちょっと怖いですね。この後に出てくる右強いですよ。ジャブの後に出てくる右。中村さんおっしゃったボクシングテクニック、パンチの強さ。运气一脸无奈，根本不清楚发生了什么，竟被裁判严肃警告了一次。得到裁判支持的日本选手信心很足，直接就猛压运气内围做動作。反观运气根本不怂眼前这个日本狂犬。で、ボディ、その後の青いグローブの右が怖い左。ユンチパンチうまいですね。パンチうまいですね。左フック。ボディだ。効いた右ストレート。カウンターで入りましたね。カウンターで入りました。得到裁判帮助又如何？还不是被运气击倒了一次。重新站起来的日本选手很是狼狈。然而运气则是趁此机会拿着拳頭就往日本選手腦袋上狂砸。効いてます。ちょっと今膝が一瞬落ちた神戸。さあここ踏ん張れるか。ちょっと踏ん張ってほしいな。神戸はあれですよ、ボクシングでちょっと行くのは良くないですね。ちょっと蹴りたいですよ。ダメージあるな。今も効いてますか。蹴り足のキャッチですね。そうですね。ここ休みたいですね。でもその後に入った右ストレートでも効いてましたからね。日本踢拳规则非常严格，接腿之后不允许使用任何进攻，违反规定的运气再次被警告了一次。不过此時的日本選手已經被運氣打破了膽。では一つ階級上の選手、日本の小宮山を下しています。一つ上の階級でも結果を残しているユンチー。満を持してこの 57.5 キロ初代フェザー級トーナメント参戦、中国より赤いグローブが日本の神戸。このボクシングに付き合わない方がいいというお話。なんとかこのラウンドは今も最後目線のフェイントをかけながらパンチ打ってますからね。还别说，日本小牛走这两步还真挺得劲。运气的眼神中充满了愤怒，看来日本选手的好日子要到头了。没实力赛前还叫嚣的那么凶，不知道的还以为日本选手真的是21世纪的暴君呢。实则不然，这家伙只是一个狐假虎威的江湖骗子。いや今の右ストレートのカウンターうまかったですね。
いや、今回ユンチ、すごく相手の対策練ってきたって言ってたんですけど、神戸選手、ボディ打ち得意なんで、狙ってたんじゃないですか、もしかしたら。なるほど。これちょっと、正人さん、どう、神戸は戦うべきでしょうね。神戸はちょっとやっぱ、パンチのテクニックだと4チーの方が上なんで、ちょっと蹴りで散らしながら、パンチにつなげるとか、そのままパンチでいくのは良くないですよね。なるほど。セコンダー古川会長からどんな指示が今、神戸に送られたか。これは中国ユンチ。第二回合开始了，被暴揍一顿过后的日本选手明显有点恐慌，要不是有裁判的帮忙，恐怕日本选手早就去面见他那该死的天皇去了。台下的日本观众就想看运气丢人。中国行かれたそうですけど、すごいみたいですね。いや、本当ジムがもう、なんていうんですかね、もう全寮制の格闘技学校みたいな感じなんですよね。みんな住み込みでやってるんで、これは強くなるよっていう感じですよ。その中から生き残っている選手たちなんですね、じゃあ。二段の膝危ない。反応できてますか？今ちょっと見えてたと思うんですけどね。为了让台下的日本观众一睹风采，则是选择猛压运旗内围。然而运旗可不惯这家伙臭毛病，一记跳膝直接将日本选手顶飞出去。裁判并没有给日本选手读秒，恐怕日本选手因为这一次读秒输掉了比赛，则是挺身走险将比赛恢復正常。二段の膝、着地の時に右のフック狙っていますが、神戸。やっぱり選手が多いんで、壊れたら壊れたで次の選手っていう感覚なんでしょうね、きっと。なんかやっぱ勝ち残る選手はタフですよね。そういうことで、返した！ノーダウンか。ダウンではなかったようです。しかしこれ、神戸は行きたいか。しかし入ると、カウンターの右待ってるが前蹴り。神戸の前蹴り良かったです。日本人开始拼了，已经把生死抛在了脑后，看似原地踏步走，实则是在寻找运旗的进攻漏洞。可惜运旗向来是以谨慎著称，岂会轻易让这家伙发现破绽？ボディストレート、前蹴り。正人さん、もう少し蹴りが欲しいですか？やっぱり。蹴り欲しいし、ボディはちょっと完全に狙われてるんで、いきなりボディはいかない方がいいですね、神戸は。そこで右が待ってるわけですね、相手の。ボディストレート打つときに右、おっと、今掴んでしまいましたね。再次接腿进攻的运旗又受到了一次警告，再有一次恐怕就要吃到黄牌了。情况不算恶劣，裁判并没有加以追究。日本选手看到运旗一次又一次遭到警告，心里肯定是乐开了花。殊不知，死神的危险正在悄悄来臨。ボディストレートはまた怖いですね、中村さん。ミドル。ボディ2つ。やっぱり体のフレームが一回り大きなユンチー、背中から見ると。神戸選手、ミドル、いいんじゃないですか。いいですね。この蹴りからつなげたいですよね。ナイスパンチ。ナイスパンチでしたね。神戸もじゃあ見えてきてる部分あるんでしょうか？掴んでる部分。なんかだいぶ一ラウンドよりはいいですね。パンチが入るようになりましたね。这一次运旗根本没有发起进攻，裁判依然暂停了比赛。看来是在原有的比赛规则上又加了一道规则，甚至连接腿动作都不让运旗实施。身为散打选手出身的运旗岂会谨记心中？接腿摔是武术散打当中最经典的招式。训练期间，运旗每一天都要练习好几个小时的接腿摔，刻在骨子里的记忆并不容易被清除。ラウンド得意ですよね。後半強いタイプだと思うんで。运旗的光速拳简直太快了，还没看清楚怎么回事，日本选手就倒了下去。重新站起来的日本選手開始轉圈圈，貌似是在超度自己。僕は倒れましたね。体が痺れています。うわーっとゴングに助けられた。いやーもうこれ、うわー崖っぷちでした。これゴングに助けられましたけど、3ラウンド、この1分じゃダメージ回復しないですよ。今のはさすがに。しないです。いや、綺麗なカウンターだったな。終了間際でしたね、関根さん。いや、パンチうまいですね。神戸選手がこんなカウンターに倒れることってないんですか？幸亏比赛结束了，不然日本选手就捡不了这条烂命了。运旗的打法果然神秘，不是跳膝打飞日本选手，就是重拳打躺日本选手。总而言之，日本选手在成为运旗对手的那一刻起，他就逃脱不了被暴揍几顿的命运。こういう技術のある選手は中国から出てきたっていうのはちょっと驚異的ですよね。いやでも中村さん、本当にこのボクシングテクニック、パンチテクニック、すごいですね。これ、関根さん、神戸はもう本当に倒すしかなくなりましたね、これは。そうですね。
ちょっと根性を見せてほしいですね。ただまだ顔は冷静、神戸冷静ですね。そうですね。はい。第3回合开始了，前面一直被暴揍的日本选手，想都没想再次站在了擂台之上。面对如此抗揍的日本选手，运奇也没有想到这家伙竟然这么能抗。要是这样的话，运奇也就不再保留实力。本来运奇想在日本观众面前给日本选手保留一点最后的体面，看来是运奇是多虑了。ワンツー、うわバールさんですね、左危ない完全にユンチ2段の膝のフェイントから最後はローダ下も打ってくる。いや、ユンチいろいろできますね。本当この選手。第3回合完全就是日本选手被暴揍的回合，不是在挨打，就是在被运奇挤在角落处暴揍。现在还能好好站在擂台上喘气，完全是出于运奇的好心。5月にはセルジオ・ビール戦、6月にはこの K1 で60キロで小宮山康介からダウンを奪い判定勝利しています。効いた。効いてます。完全に効いてる。仕留めにかかる。セルジオ・ビールセンにも勝ってるんですよね。ですよね。それ強いですよね。刚才被打晃的日本选手依然没什么事情，那运奇只好重拳出击了。连续的重拳下的裁判差点变成了坤哥。状态失调的日本选手很难招架运奇所打出的任何一个进攻。ユンチ一つ返す。リードのジャンプからボディだ。ボディ効いてる効いてる、左ボディ効いてる。最终运奇用一记顶膝结束了日本选手这罪恶的一生。虽然日本选手站了起来，但日本裁判认为日本选手失去了比赛资格。看来日本裁判还是爱日本选手的，最起码裁判让日本选手少挨了一顿揍。这不得3败9扣，感谢日本裁判。最终19岁的小伙成功在日本东京打响抗日第一炮。如果满分是100分的话，你会给运奇打几分？视频到这就结束了，咱们下期不见不散。